Welcome to Mi's 日本語ダイアリー。このポッドキャストでは日本語を学んでいる皆さんに向けて Mi の独り言をお届けします。日常の出来事であったり、日本の文化であったり、さまざまなテーマをここでは話していきたいと思います。勉強の役に立つように日本語字幕をつけて配信していますので、ぜひご活用ください。また、自動翻訳ではありますが、複数言語の翻訳字幕もつけていますので、必要があれば字幕をオンにしてぜひ聞いてみてくださいね。スクリプトとポッドキャストの中に出てくる単語をデータとしてダウンロードすることも可能です。概要欄にリンクがありますので、ダウンロードしてこちらもぜひ勉強にご活用ください。皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは、みーです。皆さんいかがお過ごしでしょうか。私はと言いますと、私の住んでいるドイツというのは先週くらいすごい久しぶりに暖かくなって、春になったなぁと思っていたんですけれども、今週になってまたちょっと気温が下がって最高気温とかも8度なので、また冬に戻ってしまったなぁとちょっと残念に思いつつも、日もだいぶ長くなってきているので、もう最近はすごく春が待ち遠しく過ごしています。で、今回の、ミーズ日本語ダイアリーなんですけれども、3週間前に実は私は日本に帰っていて、で、前々回日本に帰ったのが2024年の4月くらいだったので、そうですね、約10ヶ月ぶりくらいに日本に一時帰国しました。第2回目のエピソードでは、その日本に帰った際の話ができたらなと思っております。で、そうですね、今回帰った時は基本的に実家がある神奈川県に滞在していたんですけれども、親しい友人と会うために東京へ行ったり、それ以外にも京都や沖縄という場所へ旅行に行きました。皆さんご存知かもしれないんですけれども、念のために説明すると、京都というのが約150年くらい前までずっと日本の中心都市として栄えていた町で、たくさんお寺や神社が街中にあって、とても歴史を感じられる素敵な町です。で、沖縄というのは日本の南に位置している島で、こちらも日本の本土から少し離れている島ということもあって、とても文化がユニークで、日本の他の都道府県とは異なる素敵な雰囲気があります。なので皆さんがもし日本へ行く機会があったら、ぜひ京都や沖縄にも行ってみてほしいなと思います。で、そんなこんなでいろいろ日本を満喫したんですけれども、まず日本に一番最初に帰って真っ先に私が向かう場所っていうのがあって、それが日本のコンビニエンスストア。通称コンビニと呼ばれています。で、コンビニは毎日の生活で必要な食べ物だったり生活用品っていうのが売っている小さいお店なんですけれども、基本的に24時間空いていて、日本の至るところにあります。もうコンビニなしの生活は考えられないくらい、日本人にとっては欠かせないものなんですけれども、日本に帰ったら絶対に一番最初にコンビニに行きます。なぜかというと、いろんなものが売ってるんですけれども、私はおにぎりがどうしても食べたくって、真っ先にコンビニに向かっておにぎりを買います。ドイツでもおにぎりは買えるんですけれども、やっぱり日本で売ってるおにぎりの方が美味しいなと思うので、どうしても日本のおにぎりが食べたくなってコンビニに行くんですけれども、どこら辺が具体的に違うのかというと、
ぱりお米が全然違うなと個人的には思います。これはあくまで私の考えなんですけれども、日本人の人って日本のお米をすごい誇りに思っている人が多いような気がして、で、私もそのうちの一人です。で、なぜかというと、そのお米の一粒一粒のツヤツヤ感が全く違うと私は思います。日本のお米を上手に炊くと、お米の一粒一粒の食感を感じることができて、でまたその一粒一粒が光を反射するくらいすごいツヤのあるお米なんですよね。で、日本語では粒が立つっていう表現もあるほど、やっぱりこういった一粒一粒の食感をしっかり感じられて、光を反射するようなツヤ、輝きのあるお米っていうのはすごい美味しいとされていて、でそういった質のお米ってやっぱり日本じゃないと食べれないような気がして、私は日本に帰ったらすぐコンビニに行っておにぎりを買います。そんな感じで日本に帰ったら一番最初におにぎりを食べるっていうのが私の楽しみなんですけれども、もう一つすっごく楽しみにしていたことがあって、それが日本の入浴施設に行くことです。普段私たちは、温泉であったり銭湯なんていう呼び方をするんですけれども、両方とも一般的に公共のお風呂場っていうのを表します。銭湯と、温泉で少し違いはあります。銭湯は一般的にその蛇口の水を沸かしたお湯を使ったお風呂のことを指すんですけれども、温泉はその自然の力で温められた天然のお湯を使ったお風呂を指していて、で、地下から湧き出てくるお湯を使っているので、ミネラルであったり鉱物がそのお湯の中に含まれていて、非常に体にいいとされています。で、日本では昔から湯船に浸かる文化がすごい一般的に浸透していて、私も小さい頃からほぼ毎日湯船に浸かってきました。残念なことに私が住んでいるドイツのアパートには湯船がついていないので、毎日シャワーでお風呂に浸かることはできないのが現状です。なので、日本に帰ったら毎回そういう入浴施設に行って大きいお風呂に入るのが私の毎回の楽しみです。今回もだいたい5回くらい、そうですね、合計で5回お風呂に入りに行きました。で、日本ではホテルとか旅館という宿泊施設に泊まると、大浴場という入浴施設がついていることがとても多くって、で、そのホテルであったり旅館に泊まっている人は無料でお風呂に入ることができます。なので私も5回くらい温泉入りに行ったんですけど、その半分はだいたいそのホテルについてる大浴場に入りに行ったという形ですね。で、それ以外にも、銭湯もしくは今だと結構スパと呼ばれるような温泉だけではなくって岩盤浴であったり、あとはご飯を食べられるような場所があって、長時間ゆっくりすることができる施設というのもたくさんあるので、そのスパに行ったりもしました。何回か行ったお風呂の中でも特に良かったなと思ったのが鞍馬山温泉という場所です。鞍馬山温泉は京都の鞍馬山という場所にある温泉なんですけれども、京都駅からだいたい電車で1時間くらいの距離にあります。で、そこの温泉が良かったなと思った理由なんですけれども、まずその温泉の近くに神社があるので、
ちょっと山の中にあるので、ハイキングみたいな感じで山を見た後に入る温泉がもう何よりも最高で、しかもその山の中にあって、もう周りが木で囲まれてるんですよ。で、しかもちょうど行ったタイミングで雪が降っていて、もちろん寒かったんですけれども、寒い中で入る温泉っていうのがすごいもうポカポカで、すっごい好きで、なので一番の思い出です。で、京都は最近結構観光客の人たちで混んでるっていうような話を聞いていたんですけれども、鞍馬山はそんなに人も多くなくって、で、すごい木々に囲まれていて、なんか自然からパワーをもらえるような場所だったので、すごい好きでした。少し京都の中心地から離れてはいるんですけれども、ちょっと時間があるなぁなんて人は、ぜひ行ってみてほしいです。おすすめです。はい。では、第2回目のミーズ日本語ダイアリーは、ここら辺で終わりにしようかなと思います。で、ミーズ日本語ダイアリーでは、ぜひ、リスナーの皆さんと交流をしながら、エピソードを進められたらなと思っております。なので、何か日本に関して質問があったりですとか、ポッドキャストで話してほしいトピックがありましたら、ぜひ YouTube のコメント欄や、Google フォームのリンクを概要欄に貼り付けておくので、そこからぜひリクエストを送っていただけたらと思います。では最後までお聞きくださりありがとうございました。さようなら。